ダイハツ陸上競技部の選手たちは日頃からハードなトレーニングを繰り返し、常に高みを目指しています。今回の取材では選手にスポットを当てました。彼女たちは何を考え、何のために走り続けているのでしょう。まずは大切にしている考え方について聞いてみました。大森夏希選手。課題はどんどんクリアしていくごとに上がってはいくんですけど、何千何万回と繰り返さないと定着ってしないので、自分の意識している走りっていうのが自分の中にあるので、それを追って走ってます。前田彩里選手。一番大切にしているのはやっぱり練習を継続させることを一番やっぱり考えて練習してます。西出ゆず選手。そのいい結果が出なかった時の苦しさっていうのを知ってるからこそ頑張ろうって思います。武田千夏選手。座骨の疲労骨折をして半年ぐらいずっと走れなかった時期があって、出社した時とかになんかやっぱその社員の人がいつも優しく声かけてくれる、プラスに考え、そういう言葉をかけてくれたで、なんか自分もっと頑張んなきゃなっていう、なんかこのままじゃ終われないみたいな。柴田由紀選手。たったこのラスト150メートルぐらいしかないのに、急にもうめっちゃやめたいみたいになる時はあるんです。でもなんかそれ超えたらやっぱりやってよかったって思うし、走りにつながったらあの時頑張っててよかったって思うし、今までの自分を超える走りはしたい。村松智選手。もっと上目指したいなって思ったのが今続けてるののモチベーションでは一番で。竹本香奈子選手。いつ終わりを迎えてもいい年齢にもなっているんですけど、今まで出せなかった記録更新とかは目標にしていきたいなとは思っています。加世田梨花選手。なんかスタートに立ったら弱気になっちゃいけないと思ってて、そこに立つまでにしっかりできることをやるっていうのを意識はしてて、試合走ったらもう絶対どこかではきついから、なるべくそのポジティブに、もう1秒でも早く走り終わればみんなより1秒でも早く苦しい時間が減るじゃんっていうポジティブ思考で試合は走ってますね。はい。村尾彩香選手。徳を積むというか、ゴミがあったら拾うとかは結構意識してやってて、そういうのって誰かが見てなくても神様が見てるだろう、何かアクシデントがあった時に何か助けてもらえるんじゃないかみたいな心に余裕を作るために、そういうことをやったりはしてます。西澤マリン選手。例えば3本目でラスト1本だったら人間誰でも多分やっぱ頑張れると思うんですけど、それがまだあと残りがあるって考えると、本当は多分いけるはずなのに、その自分の中で制限かけちゃっていけるはずの本数もいけずに終わっちゃうってなると思うんで、その3本目もできないぐらいだったら、そのできるとこ全力をやった方がいいなっていう自分の考えでやってます。上野柚月選手。
練習でその悔いがないようにするっていうのは一番大切にしてることです。走ってる時でもやっぱきついのはきついんですけど、その中で終わった後にもうちょっと行けばよかったなって思うのがすごい嫌なので、それは結構心がけて練習するようにはしてます。細谷愛子選手。なんか自分のために頑張るっていうよりも誰かのために頑張る方が自分は力を出せるなっていうのはあったので。松田瑞生選手。練習も含めレースも含め感謝を忘れないことです。仲間に恩返しがしたい、仲間と一緒に笑顔でゴールで会いたいっていう気持ちです。走っている時は真剣な眼差しの彼女たちも、一旦競技場を離れれば一人の普通の女性です。趣味や休日の過ごし方はどうなのでしょう。温泉がリラックスできる一個のなんか自分の一人でブラブラ買い物しました。子供とちょっとこう公園とか動物園とか、そういうとこ行ったりします。なんかカフェとかいろいろあるんで、そういうとこに行ったりしました。愛媛に旦那がいるんで、ご飯作って一緒にご飯食べてからもう次の日には帰ってくるみたいな、結婚してからはそれが基本になってますかね。週末婚なんで。お寿司とか、あと焼肉も好きなんで、一番好きなのはクリームシチューでその海外旅行するんですけど、オンライン英会話レッスンとかを受けたり、結構いろんなキャラクターと写真撮ったりとかして嬉しかったです結構ディズニーのキャラクターのネイルしてることが多いです。一番好きなアニメはハイキューなんですけど、今見てるのは鬼滅です。鬼滅。YouTube みたいな。あとパッキング動画とか。パッキング動画。はい。栄養の勉強したいと思って今はちょっと趣味で野球観戦好きなんで。あ、そうなんですか。オリックスファン。織姫です。この取材を行ったのがクイーンズ駅伝のおよそ10日前。チームはレース当日に向けて最終調整をしていました。クイーンズ駅伝直前の彼女たちの心境とは。勝負どころをしっかりと持つというか、その集中するべきところでしっかりと集中して走れるように。耐える区間になっちゃうんじゃなくて、攻める区間の役割が担えるように。みんながいてくれたからここまで来れたんかなって思います。でもどの区間でも任せてくださいって言える準備はしています。一人が頑張っても勝てるものじゃないし、かといって一人がミスしても誰かがみんなでカバーすればどうにかなると思ってるので、結束力が大事だなって思うし、自分の中でこれ以上ないって思うぐらい準備ができた状態でレース迎えたいなっていうふうに思って、いいパフォーマンスができるように明るく振る舞ったりとか。エントリーメンバーから外れたっていうのを聞いた時に、正直悔しかったんですけど、今の立場でなんかできることやったらいいかなっていうのは思ってて、じゃあ足痛いからもう諦めますっていうのは絶対に態度には出さないようにして。松田とかも最近はやっぱり下の選手にいろいろ自分の経験を伝えたりとかしてくれるので、選手たちがやっぱり内側から湧き出てくるものを私が受けてぐらいな感じなので、いやもう向上心はすごいです上の方がよりなんか強いけど、ようやく下がそこになんかついてきたような感じがするので、ダイハツ陸上競技部の選手たちはほぼ1年を通してレースがあります。そして本番に向けて日々厳しい練習を積み重ねています。なぜ
彼女たちがそこまで走るということにこだわるのか。その答えは全員が一致していました。あなたの走る原動力は？この環境でなんか合宿とか、させてもらえてることとか、やっぱその当たり前じゃないと思ってるんで、やっぱ結果で恩返しをしたい。やっぱりいい結果が出た時に一緒に喜んでくれる人がいること。きっと自分一人のため、自分のためだけに走ってたら、今の自分はいなかったなって思うけど、やっぱりその周りの人、そこまでに協力してくださった人も一緒に喜んでくれるし、応援してくれてる人もいるし、ここに入る時に送り出してくれたその先生とかもいるし、やっぱそういう人たちがいるから、その中途半端なところで諦められない。自分のためでもあるんですけど、応援してくれてる人が自分の走りをまだ見たいって言ってくれる人もいたので、走ってるところを見るのを楽しみにしていてくれるっていうのが自分が頑張り続けられることなのかなって。感謝の気持ちっていうか、応援してくれてる人になんか自分のいい走り見てもらいたいなっていうのがあるんで、なんかその恩返しじゃないけど、いろんな人に支えてもらってきてて、一番はその人たちに恩返しをしたい。感謝、恩返し。2つの言葉を胸に刻んで、ダイハツ陸上競技部の選手たちはこれからも走り続けます。そして11月に仙台で開催されたクイーンズ駅伝。会場である宮城県に大勢の応援団が駆けつけ、大阪のダイハツ本社ではパブリックビューイングからたくさんの人が画面越しにエールを送りました。途中、順位を落とす場面がありましたが、社員をはじめ応援してきたすべての人の思いと選手がつないできたたすきは最後の追い上げを生みました。結果は9位で、翌年のシード権であるクイーンズ8まであと一歩及びませんでした。その差はわずか21秒。けれど彼女たちの走りは応援していた私たちの心を強く動かしました。レース直後、選手たちはもう前を向いていました。いい影響を与えられるような、また来年自信持って走れるように、来年はまた最後まで絶対に諦めずに。この悔しさを胸に、そして飽くなき向上心を持って、ダイハツ陸上競技部は前進し続けます。